源氏物語イラスト役の愛です。この動画は大学受験のための古文速読トレーニングです。イラスト訳本編では原文の後に現代語訳が流れます。その後浮き出るイラスト訳で状況をイメージし、古文目線を鍛えていきましょう。イラスト訳はどこからでも見られます。また後半では文法や知識についても解説していますので、最後まで見ていってくださいね。それではイラスト訳本編のスタートです。第3条うつせみの第14話です。光源氏は人妻のうつせみと一夜を共にします。しかし彼女はそれ以降彼を拒み続けるため、源氏は彼女の弟に手引きを頼み、再度木の神邸に忍び込みます。夜が更け、ようやく夜ばいをかけた光源氏。けれどうつせみはその気配を察し、寝床から抜け出しました。源氏は後に残った野木場の荻と一夜を共にすることにしました。ではこの後の展開いってみましょう。憎しとはなけれど、御心止まるべきゆえもなき心地して、なおかの売れたき人の心をいみじくおぼす。いずくにはい紛れて、固くなしと思い至らん。各執ねき人はありがたきものとおぼすしもあやにくに。紛れがとう思い入れられたもう。この人の生心なく、若やかなる気配も哀れなれば。さすがに情け情けしくちぎりをかせたもう。きっと知りたることよりもかようなるは。哀れもそうこととなん昔人も言いける。愛思いたまえよ。包むことなきにしもあらねば。見ながら心にも任すまじくなんありける。また去るべき人々も許されじかしと。かねて胸痛くなん。忘れて待ちたまえよなど。
なおなおしく働いたもう。人の思いはべらんことの恥ずかしきになん。聞こえさすまじきと裏もなく言う。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要古語はこちらです。また、文法事項はこちらです。今回はイメージ古語についてお話をしましょう。以前、こちらの動画で重要古語の覚え方をお話ししました。古今異義語、古今多義語、古文講義語、競技語を区別して、どうやって覚えるのが良いかという話でした。中でも古今多義語というのは辞書に載っている訳語を丸覚えするのではなく、その単語が成立した根本の意義をイメージするというものでしたよね。今回もたくさんのイメージ多義語が出てきましたので、一つ一つチェックしながら速読トレーニングしていきましょう。さて、今回のイラスト訳の前半です。まず、憎しという形容詞がありますね。心憎しであれば奥ゆかしいというプラスの重要古語ですけれど、憎しは現在と同様マイナスイメージです。憎いということはないけれどと逆説で以下につながりますので、心が止まるべきゆえもないんですね。心止まるゆえは心が惹かれたり成就などといったプラスのイメージとして捉えましょう。そして単純接続で次につながっていきます。売れたきという形容詞が出てきましたが、聞いたことないですよね。ですが、牛、歌ってなど、うのつくイメージって何でしたっけ？そう、嫌なっていうマイナスイメージですよね。売れたしも売れ得るという現代語にもあるマイナス動詞が形容詞化したものです。ここで、かの売れたき人って一体誰なのでしょうか？ちなみに、おとかおボスなどといった尊敬語が使われています。光源氏が主語ですね。源氏が何のためにここまで来たのかという状況を考えれば、彼が誰のことを憂えているのかわかりますよね。ここまで読んでどういう思いなのかイメージが湧きにくかったら、直後に心中会話文がありますので、その内容を見てみましょう。どこに這い紛れて固くなしと思いながらいるのだろうか。うつせみの部屋に呼ばいに来たにもかかわらず、彼女はいませんでしたよね。けれど元は彼女の部屋なんだから、どこかに隠れているはずです。光源氏はこれから残った野木場の荻とことに及ぼうとしています。それを彼女は固くなしと思いながら、どこかに座ってこのベッドシーンを聞いているのだ。光源氏はそんな風に推察しているのですね。固くなしはもちろん重要古語固くななりの形容詞化したものです。源氏はうつせみの固くなな態度を想像しているのですね。固くなが浮かばなかったら保留にしておいて次を見てみましょう。執念人、うつせみのことですね。固くなと同様にうつせみの頑固な心を指しています。ありがたしはプラスで覚えている人もいるかもしれませんが、ありがたい、つまりめったにないというのが元々の意味です。けれどもそう思うと、あやにく、つまりあいにくと好ましくない状況が起こっていく。そんな重要古語です。何が好ましくない状況かというと、紛れがたく思ってしまうのですね。たまうがあるので、もちろん光源氏の思い。何を思ってしまうのでしょうか。野木場の荻を抱いている最中にも、忌々しいうつ
セミのことが頭から離れないでいるのですね。では次の文を見てみましょう。この人の生心なくとあります。直後のつながりを見ると若やかなる気配とありますね。単純接続で次にプラスにつながるのだから生心がないというのが全体でプラスになるはず。生は生めかしなどからプラスの意味で覚えている人もいるかもしれませんが、もともとは中途半端な意味。生実家、生意気など現代でもこのニュアンスで使われていますよね。生意気でもなく若やかなのも哀れなりは。哀れなりはプラスにもマイナスにもなる多義語ですが、直前のつながりから明らかにプラスですよね。そしてラストの情け情けしくにつながっていきます。情けは情種や男女の情愛、思いやりなど風流や愛情に関するプラスイメージ古語です。ここは明らかに愛情ですよね。光源氏はうぶなのきばの荻に対して愛情深く次の約束をしているんですよね。さあ今回も第3条うつせみからのイラスト役でした。第1条起立簿からここまでの再生リストについては説明欄のリンクに貼っておきました。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントいただけたら嬉しいです。それではまた。